BIC 企業よろず相談。今回は不況に負けない会社ってどんな会社でしょうとのご相談です。起業すると景気の動きが気になるものです。景気が悪くなると倒産する会社が増えるわけですから、気になる、心配になる、その気持ちはよくわかります。では景気が悪いということはどういうことなのでしょう。景気が悪いということはお金の流れが悪いということです。社会でお金が十分に動いていないことを言います。世の中でお金が動かないのですから、会社ではセールスが減り、利益が減り、同業者間での競争が激しくなります。しかし景気の変動は大なり小なり、あります。必ずあると考えましょう。起業家である以上は影響を軽減する方法、景気が悪いことに負けずに逆に利用することを考えたいものです。しかし不景気の影響を軽減するといっても、残念ながら魔法のような特殊な対策があるわけではありません。よく聞くことでしょうが、緊急対処はまずコスト削減です。すなわち従業員のコストをカットする、そして仕入れコストの見直し、経費削減の3つしか方法はないですよね。従業員のコストカット、残業をなくし昇給をせず、むしろ減給したり早期退職を募ったり、もっと切迫すれば、人員整理、解雇も避けられなくなります。仕入れの見直し、これは仕入れを減らしたり価格交渉をしたり、場合によっては仕入れ先を変更しなくてはならなくなります。経費のカット、接待をなくし出張を減らし、プリントやコピーの枚数さえも減らさなくてはならないかもしれません。とにかく売り上げを上げることが難しいわけです。入ってくるお金が少ないのですから、出ていくお金を減らすしか方法がないわけですね。しかしこれはそう簡単にできることではありません。取引業者や従業員からの反発もあるでしょう。経営陣の決断は容易なものではありません。ではどうすれば実際にコスト削減をすることができるのでしょうね。これを可能にするのは日頃の経営にあります。いざ不景気になったと言ってすぐに対処できることはそう多くはありません。日頃から心がけることは、正社員以外に派遣従業員やパートタイムの人たちを多く採用して余裕のある人構成をしましょう。これは固定費である人件費を変動費化するということです。仕入れルートや外注先は日頃から複数に分散しておきましょう。経費は日頃から節約する習慣をつけておきましょう。いざとなってすぐに節約できるものではありません。日頃からの余裕ある経営が景気の変動に柔軟に対応するために重要です。いざという時のために日頃から備えてください。一方、不況を利用するという大胆な発想はどのようなことでしょう。まず新しい商流を作る機会だということです。景気の動向によってお客様の購買志向も変わります。ある商品については代理店を展開して地方への販売を推進するのが良いかもしれません。ある商品については輸出を検討してもいいかもしれませんね。またある商品の仕入れは卸を通さずにメーカー直にするのも良いかもしれません。お客様の購買活動が変化するのですから、事業者も製造、卸、販売を見直す機会になります。商品とお金の流れを変える、多様な仕入れ、多様な販売を試みる、いわゆる商流を変える機会になるというわけです。景気の大きな変化は、今まで他の市場で活動していた企業が可能性を求めて同じ市場に参入してくる可能性があります。同時に今までの競い合っていた企業が撤退して他の市場で活路を見出そうとするかもしれません。従来のお客様は安い代替品を求めるかもしれません。
お客様の消費にも競合の動向にも変化があります。従来のマーケティングの事業戦略が成り立たないかもしれません。景気の大きな変化はマーケティング投資の機会だということが言えるでしょう。新たな従業員の雇用が難しく、むしろ人員削減を必要とする時期ですから、事業の効率化のためのコンピューターなどのシステムを導入する必要があります。不景気で利益が望めないからこそ、むしろ作業の効率化に向けた積極的投資をする機会ということが言えます。そして価格の見直しです。あらゆる企業が値上げにより何とか利益を確保しようとします。値上げをするのではなく、この機会に価格を見直すことにしましょう。高額商品の販売数が減る可能性があれば、利益を確保するために価格を上げることもあるでしょう。景気に左右されない一定の価格を保つことで企業の信頼を勝ち得るかもしれません。値上げが目的ではなく、適正利益を確保するための価格の見直しをする機会だというふうに捉えましょう。不景気で苦しんでいるのは我々だけではなく、お客様も同じなのです。こんな時期に値上げをしたり、品不足を起こしたり、従業員不足でサービスが不十分になってお客様からのクレームになることがあります。事業はお客様、取引先があって成り立っています。このような時でも最も大切に考えなくてはいけないのがお客様との絆です。ジョン・グッドマンというアメリカの経営コンサルタントの研究に大変興味深いお客様の分析があります。グッドマンの第一法則に、クレームへの迅速な対応に満足したお客様の再購入率は、クレームを申し立てしなかったお客様の再購入率よりも高いということです。すなわち、不況でお客様に満足していただけるサービスができなかったとしても、それに対して迅速な対応ができれば、そのお客様とはより強い絆を作ることができ、ご利用の回数も増えるということです。不況の時期だからこそ、お客様対応、お客様のクレーム対応をしっかりすることが大切だということですね。いかがでしょう。社会の景気は変動します。起業家はそれを恐れず、日頃からの余裕を持った経営で不景気の影響を軽減し、さらには不景気を利用する積極性が必要だということです。そしてそんな企業こそが不況に強い会社なのです。皆さんの事業が成功するためにチャンネル登録をしてください。また関連するコンテンツでさらなる学習に挑んでください。